はい。前回の動画に続きまして、今回から年金関連の各通知書を紹介させていただきます。まずは最初の通知書、年金定期便です。2009年、平成21年、今から13年前ですね、に郵送開始されています。それではどんな書類なのか早速始めたいと思います。最後までお聞きください。はい、本日の目次です。年金定期便のまず全体概要ということでご案内させていただきたいと思っております。それから2つ目に年金定期便の見るポイントということで、送られてきた定期便のどこをどう見てよいのかというところを簡単にお話しさせていただきたいと思っております。それから3つ目に私自身の年金記録を年金ネットから見てみましたのでご紹介させていただきたいと思います。それから最後にまとめということで本日の内容をまとめてみておりますので最後までお聞きください。それでは早速始めさせていただきます。はい、それでは一つ目の全体概要ということで年金定期便の目的を日本年金機構ホームページより抽出してみました。年金制度への理解を深めていただくことなどを目的に、毎年誕生月に年金記録を記載した年金定期便をお送りしています。国民年金及び厚生年金保険の加入者、被保険者に誕生月の2ヶ月前に作成し、誕生月に届くようにしていますという目的が記載されていました。国民の皆さんに年金記録を確認してもらおうという趣旨だと理解しました。概要ということで、これも日本年金機構のホームページに記載されてたんですが、大きく節目の年とそれ以外ということで、節目の年は35歳、45歳、59歳となってました。ちょっとこの35、45、59のちょっと理由がちょっと探しきれませんでしたですね。それからサイズは A4 版。それ、節目の以外ははがきということで、A4 版の封書がこういう、まず大きさですね。案内文書が8枚に見方ガイドが12枚ということで、大方20枚入ってるんで、封書ということですね。それから全期間ということで、それまで勤めていた会社とか、国民年金、厚生年金別に何ヶ月加入していたとか、全期間の記録が載ってますですね。それから加入実績に応じた年金見込みということで、35歳、45歳の方は、その期間、20歳から35歳、15年間ですね。45歳の方は、20歳から25年間ですね。その納めた金額で、年金見込みを記載しているということですね。から59歳の方は、60歳までの国民年金期間がありますから、その60歳までの年金を今までのペースで納めると、65歳からの年金はこれだけもらえるというのが記載されていると。で、私のような年金受給者の方には、もう年金もらってるわけですから、年金の記載はないということですね。それから、年金加入記録回答表と、それを送り返す返信用封筒が同封されているということですね。こういう年金加入記録回答表と、これに、必要な事項を書いて、この封筒で送り返すと。で、この封筒には切手を貼らなくていいというルールになってますですね。それから、封筒がこういう水色の封筒に入って送られてくるというようなルールになっているということですね。それから、節目の年以外、それははがきということで、こういう表と裏にこの点線のところで折り曲がるようになっているわけですね。三つ折りということになるんでしょうか。50歳未満と50歳以上で
これは直近1年間なんですね。節目の方が全期間ですから、データ量が多いので封書となってる。で、はがきの方は1年間ということですね。毎年来るということになっています。他は一緒で、毎年誕生月に送られてくるということですね。はい。それから概算費用ということで、対象となる年齢の人口を調べてみました。35歳の方は141万人おられますと。それに A4 版ですから、はがきを1枚60円で、推定しまして、それの封書の方は3倍として180円ですから、枚数が20枚とかいろいろ多かったので、一応単価を200円と見積もりました。で、掛け算すると、35歳の人は141万人おられるので、かける200円で、なんと2億8000万となりました。45歳の方は185万人おられて、かける200円で3億7000万です。59歳146万人で、同じく2億9000万と。すごいお金がかかってるわけですね。それから、20歳から50歳未満ですね。50歳未満の方ははがきですので、60円として単価を見積もりました。ところが、対象者が4044万人おられるんですね。で、この35歳、45歳の人口は除いて4044万人おられます。かける60円で、単価は安いんですけど、掛け算すると24億3000万で、A4 版封書よりも経費が多くかかっているというふうなことが分かりました。それから50歳から64歳ですね。50歳以上ということで、これも計算してみますと2214万人で13億3000万と。で合計しますと47億円ですね。でこれに以外に65歳以上の私のような年金受給者にもハガキを送っているということがありますので、おそらく50億円ぐらいかかってるんじゃないかなと推定しました。すごい金額ですよね。ですのでこれも少しでも節約して郵送しなくてもいいようにペーパーレス化に協力しないといけないなと思います。詳しくはですね、スマホのカメラでこの QR コードを読み取んでいただくと各用紙の説明がわかるようになっております。はい、続きまして見るポイントということで、私の場合年金定期便が送られてきたらこういうところを見てましたというところをご紹介させてもらおうと思います。一応50歳以上のハガキの場合を例にしてお話しさせていただきます。まず一つ目ですね。保険料納付額丸1。ここの部分にこれまでのご自分で支払われた保険料納付額が記載されています。割る年金見込み額丸2ということで、見込み額はこの丸2の赤枠のところですね。ここで割り算をする1割る2と。何がわかるのかと申しますと、自分が納めてきた保険料を65歳から何年で元が取れるのかという年数がわかります。それから2つ目に年金見込み額ですね。この丸2というところの金額は1年間の受給金額ですので、月額金額を知りたいっていった場合は割る12という計算をしないといけないですね。それから参考までに年金っていうのは2ヶ月に1回なので、1回の振込額っていうのを計算したい場合は割る6というふうになりますね。それから3つ目、丸3のところに老齢基礎年金というのがあります。今年は78万円ということなので、この金額以下の場合は未納期間があるということになりますので、チェックが必要ということですね。私の場合、ここは73万円となってましたんで、5万円少ないわけですね。後で説明しますけど、その5万円の差は、20歳の時の大学の時に未納だった期間、約30ヶ月ですね、あったために5万円少ないと。老齢基礎年金っていうのは国民年金のことと理解しております。
それから年金加入期間というのがあるんですけども、丸4のここ、受給資格期間ですね。ここが120月、つまり10年ですね。あるかないかというところで、年金をもらうためには、最低でも10年、120月はないといけないよということになるわけですね。それから、ここが300月以上あると、遺族年金の受給資格があるということになっています。それから、丸5の厚生年金保険系というところがあります。ここが240月あるかないか。あると、下級年金というのが受給できる資格があるというふうになります。ですから、この月数を認識して、例えば119月となっている方は、あと1ヶ月、厚生年金が238となってた方は、あと2ヶ月、なんとか頑張ると、こういう年金の資格があるということなんで、ここは要チェックされてた方がいいかと思います。それから、5番目に最近の年金加入状況欄ということで、国民年金は丸7、ここのところに未納というのがありましたら要チェックということですね。それから厚生年金欄丸8、このところには保険料の納付額が記載されています。ですので、ご自分の会社からもらった給与明細、それの厚生年金保険料の額と、ここに記載されている金額が合致しているかどうか、ここをチェックされたらいいかと思いますね。それから、丸9のところ、これは標準報酬月額というなってまして、ここに健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料の計算根拠となる金額が載ってますので、これも参考になります。大幅に違うと、ちょっと確認された方がいいというところですね。不明な点は、お近くの年金事務所にお尋ねすることをお勧めいたします。はい。続きまして、自分の年金記録ということで、年金ネットで自分の年金記録を見てみました。そうしましたら、ご覧のようにですね、学生時代の20歳からの30ヶ月分が未加入となっていました。私が学生の頃は、ちょっと調べてみると、20歳からの年金制度というのはですね、まだできていなくて、できたのは1991年ということで、今から31年前のことなんですね。46年前の私が20歳の頃にはまだその国民年金制度の20歳から60歳までという制度ができていなかったということなんですね。この未納分をですね、払いたくても、もう66歳の今の私にはもうその資格がないということなんですね。その当時の国民年金保険料をちょっと調べてみますと、月1400円となっています。ですので、この30ヶ月分を掛け算しますと、4万2000ってなってるわけですね。46年経った今、その4万2000円を払ってれば、毎月4000円プラスで年金がもらえていたということです。せめてお金がその当時ないということであれば、免除申請というのをしていれば、せめて半額の月2000円をプラスで生涯にわたり年金がもらえていたということなんですね。まあ後悔の念でいっぱいですよね。もう二度と取り戻せない2000円ですよね。ですので皆さんにはそういう思いをされないようにお願いしたいと思います。ですのでご自分の年金ネットにログインして年金記録を確認してですね、毎日未納があった場合にはぜひに免除申請も含めてまずはお近くの年金事務所に相談することをお勧めいたします。参考までに令和4年度今年のですね、国民年金保険料は一月16,590円となってました。ですから今からこの30月分をもし払えるとなったら、これ30倍すると48万、まあ約50万ということですね。50万払って月々、まあ4000もらったとしても、これじゃもう払いたくないですね。ちょっと、まあそうならないように年金事務所に相談することをお勧めいたします。
はい。最後にまとめということで、年金定期便は2009年から始まっています。年金不明問題があって、それを解消すべく、この通知書で自分の年金記録を国民に確認してもらおうという趣旨で始まったと思います。その中で、一つ目、65歳時点での年金額を知ることができる。二つ目、これまでの保険料納付額を知ることができる。三つ目、これまでの年金加入履歴と加入期間を知ることができるということで、大きな付加価値をつけた書類となっています。ところで、社会保険料と言いますと、他に健康保険料、介護保険料とありますよね。でも、今までいくら納付してきていたのか、給料からいくら天引きされていたのか、なんてことはわかりませんよね。そのためには、新入社員の時からの給与明細を大事に保管しておかないとできないことと思います。ですが、この年金保険料だけは、この年金定期便できちんとこれまでの納付額を教えてくれています。ですので、健康保険料、介護保険料も今まで自分がいくら納付してきているのか、いくら医療費を支払ってきているのかを通知できる仕組みがあると、保険料の意義につながるのではないかと思うところです。さらに、この社会保険料は、会社員の場合は、労使折半となっていまして、会社も同額の保険料を支払っていることとなっています。ここもどういう通知の仕組みとなっているのか、今後、研究していきたいと思っております。それでは本日も最後までお聞きありがとうございました。